皆さんどうもこんにちは。アシッドコーヒーの塚田健太です。ネタがない。もうね、やりたいことはだいぶ取っちゃったんですよ。ドリップのやり方をね、こうしてつって、X ブルームもドリップバッグも紹介して、もう結構ね、個人的にはやりきった感があるんですけど、どうすかやりましょうよ。まだまだですよ、これから。はい、やっていきます。本日はですね、ケニアを入れます。ケニア。アシッドといえばケニアですね。トマトのような酸味が特徴。というか、まあもちろんそのケニアによってはオレンジ寄りだったり、フローラルだったり、レモンっぽい感じだったりいろいろあるんですけど、僕は前働いててもグリッチの時からケニアといえばトマトフレーバーっていうのがもう王道、もうケニアの味と信じてやっております。はい。で、本当になんかこうジューシーに仕上がるんで、なんか酸味苦手な人でも、あ、これが酸味かみたいな、なんかそもそも最近の特殊生成とかじゃなくて、もうトラディショナルな、あ、ケニアっていいんだみたいな目覚めがあると思うんで、実際ね、特殊生成飲んだことあるけどうまいと思うけどケニア飲んだことないって人まだいると思うんで、あえてケニアおすすめしていきたいと思います。はい。で、今日はですね、ちょっと変わったことをしたいということで、ハンドグラインダーで入れていきたいと思います。僕ならこう入れるってやつね。持ってるのはコマンダンテのこの初期ロットっぽい感じのやつなんですけど、なんかかっこいいですよね。これアイアンハートって書いてあるんです。なんかちょっと刃がねぶっちゃけ錆びてるんであんまりお見せできない感じなんです、こっち側は。でまず一番もうギチギチにここを締めたところ、これを0とすると1個ずつ開いていって 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 これがいわゆる10クリックってやつですね。そう、こういうハンドグラインダー系の人は皆さんこれが目安になります。まあだって分かんないじゃん、メモリがついてないから何番って言っても分かんないんですけど、これでみんな10クリック20クリックってやってますね。でアシッドの推奨は昔28クリックだったと思うんで、一旦28クリックでやってみたいと思います。28クリック全然微妙なメッシュだってこの間ツイッターで見た気がして、そこも含めちょっと検証していきたいと思います。美味しいのを目指します。だから28じゃないかもしれない。見ててね。はい、これ20クリック。1,2,3,4,5,6,7,8。OK。なんかね、これをね、こうやってやって、こう、スポン、反対だね。こうやってこう、スポンって。あ、これが、シャレオツらしいよ。で、使うのは、アバカフィルターです。なんか、ハリオ、コウの、折り紙いろいろあるんですけど、これアバカプラスがなんかいい感じだなと思って使ってます。別にフィルターはなんかぶっちゃけ何でもいいです、僕は。特になんだっけ、シバリストとかね、1枚なんか100円ぐらいするフィルターもあるんですけど、あんまりちょっとそこにお金かけなくてもいいかなと思うんですよね。でとはいえ昔針を普通に使ってたらなんかいきなり材質が変わったことあるんで、そういうのは嫌だなと思って、もうこれと決めたらこれで調整するっていうのがいいですね。もちろんいろいろアバカもね試しましたけど、フルのレシピでいこうかな。さっき使ってたというか前の粉が残ってたようなんで最初はちょっと捨てます。終わったらこれヒロコフィの田中君がやるのはこれね、終わった証。はい、せからしかで YouTube 撮らなきゃってもうノイローゼになるかと思った。負担が過ぎるんですか。もうすごい8時間しか寝れなかった。めっちゃいい健康。はい、ちょっと屋外なのもあって今90度で入れてますね。粉の感じには28クリックでやっぱいいと思うんだけどね。細かいかな。またここでドゥクチって音楽が入るんですね。おいみたいな音楽。
あっち。攪拌のコツとかね、喋った方が良かったかもしれない。軟骨あるんですか？下から上にです。美味しそう。もううまいじゃんこれ。ああ、誰かに飲ませたいな。風上だからあんまり匂いが来ない。そうかそうか。新人須田くん良かったと思うんですけど、新人他にいたから移ってよって言ったら嫌です。断られちゃった。強制はできないですもんね。デジタルタトゥーになりたくない。そんなタトゥーになるかな。ケニア朝入りなんでやっぱ詰まりがちっすね。攪拌こうやる人もいたりするんですけど、あれやるともうやりすぎですね。味出すぎ、詰まりやすくなるんで、下からこうすくうようにやるといいです。イメージはなんかこんな感じ。この手首でこんな感じ。下から上に、下に引っかかってるのをこう出す感じです。中にはドリップする前にこう2分取ったりする方もいるじゃないですか。シうんうんうんェーカーみたいので、すごいシャカシャカって。すごい。ああいうのはすごいと思う。いい感じですか？まあ、めんどくさいかな。まあなんかこの僕のレシピは、こう、1日300杯ぶっ続けで入れることを想定してるんで、毎回やってらんないかなと思う。僕もクルーブ持ってていろいろ検証したんですけど、まあ、微粉取るともちろん落ちも早くなるしすっきりした味わいになりがちなんだけど、やっぱこうなんかちょっとすっぽ抜けた味になる感じがあって、なかなかコントロールしづらいなと思うんです。はい、できた。完成です。ちょっとでもなんか香りやっぱ重い印象かもな。もうちろん粗くしてみようかな。はい、どうぞ。ありがとうございます。目覚めよスーパーフルーティー。ちょっとこう閉じてますね。なんかちょっと黄色いトマト寄りですよね、これね。ああ、なるほどなるほど。真っ赤ではないから。そう真っ赤なジューシートマトがいいですね。トマトペーストぐらいのギュンギュンが本当欲しい。もう一発ぐらいやってみようかな。ということで、あと3クリック。あとあれだな、このサーバーおしゃれなんだけどどこのですかってたまに聞かれるんですけど、どこのだと思います？これはヒントとマーガレット・ハウエルのコラボ。色がねめちゃくちゃいいですよね。ピーター・アイビーみたいな感じで。均等製品結構可愛いの多いですよね。ただなんか普通の金とはやっぱりちょっとこうなんかほっこりしすぎで、アシッドの私のコンクリの感じには合わないと思ってあんま使わないんですけど、この間音楽フェス出てきたんですよ。ああ、なんか出てますね。 RDC、はい、レインボーディスコクラブ。そう、もう最高でしたね。もうイケてる連中しかいなくて、もうヒップな人たちだと思って怖くなりました。ちょっと怖くなっちゃった。根が陰キャなんで、ね、無理やりなんかイエーイとか言ってやるともう 1.5 倍ぐらいで返してくるんでちょっとドキドキしちゃう。再びこれやってると誰か見てくるのね。これね、よしで終わってる。ちょけてみて。なんかペーパー濡らさないんですかってよく聞かれるんですけどね、濡らしません。ペーパー濡らすとなんかより詰まる気がするのと、まあ、ペーパー自体に何グラムか残っちゃうじゃないですか、水が。大体水加水してるのと一緒なんで、臭くないペーパー選べばいいかなと思います。今回こそこいつをグラム測っておかないと。141、なんかさっき結構ジャストだったんじゃない？
やはり長年の勘がね、なんか本当でも美味しく入れられないコツを教えてくれみたいなみんな言うけどね、ちょっとわかんないですよね。なんで美味しく入れられないの。美味しさの定義をまず自分でやってないのかなとは思う。もうでもそれこそいろんなコーヒー屋さんこう手出すじゃないですか。全部抽出レシピ違うじゃないですか。それは迷いますよね。で自分でここの味が美味しいっつってこれを家で再現したいだったらもう簡単ですよ。真似すればいいだけで、そんなブレないはずですよ。こんな細いケトルとか全部持ってるわけで、タイムモアも今いいです。昔のピーだ。いいかな。完全にピー。だって今もうね売ってるもんね。こういうの軸が大事じゃないですか。まっすぐ回ればいいんですけど、こうなっちゃうんですよね。ちょっと下のこれがグワングワンになっちゃって、めっちゃ細かいところと粗いところと生まれて、本当それで本気でうまくしろっていうのは、結構コツがいるかもしれないですけど、すごい限定的なコツですよね。あとなんか紹介系で言うと、このスプーンめっちゃかっこいいと思うんですよ。これね、このスプーンツビーゼルっていうところのアウトレットでね、6個で1800円とか、もうちょいしたかな。なんかやっぱ高級感があって、こういうのもね100均じゃなくてこういうのを使うとちょっと上がりますよね。なんか良さげだな。だし調整するときはもう1クリックとかだとなんか違いが微妙なんで、一気にほんと3クリック5クリックとか、検証だったら10クリックとかやっちゃっても、こう変わるんだみたいな。したらその真ん中がいいなってみんな言うんですよ。でその真ん中をまたやっていけばいいだけなんで、塩梅が分かりますよね。極端にまずいじってみて、どう変わったか明確な、ここをいじるとこう変わるんだっていうのをね分かるといいです。このぐらい緩いノリで撮ればいいのか。何も怖がることはない。YouTube 怖い、YouTube 怖い、YouTube 怖いっつって。いいね。再生数怖い、再生数怖いっつってたらなんか、まんじゅう怖いみたいにこう再生数降ってくるから。再生数降ってるかでもうち収益化しないってね、一旦決めましたからね。わかんないですよ。これでなんかアシッドの売り上げより全然こっちのがってなったらも変えちゃうかも。う収益化のリミッターを外すかもしれない。CM 乗り始めるかも。日本の麦茶を変えるぞみたいな。これダメか。ダメか。何を日本の変えればいいんだろうね。いやでもそれこそやっぱりこのフルーティーなコーヒーの文化は全然やっぱり一般の方には届いてないから、そう思いますね。99% ぐらいまだ飲んだことない。そこはやっぱ伝えていくのが大事じゃないですかね。でもね、画面じゃ伝わらないんですよね。そうなんですよね。飲んでみなきゃ。そういう人におすすめなのがアシッドコーヒーのオンラインショップです。でも確かにね、豆買ってもよくわかんないですよね。こういうの見よう見まねで入れてみても、多分本当にバチバチにうまいのが入ったとしても、初めて飲む人だとこれでいいのかなみたいなのはちょっとあると思う。それこそビールとかも最初はまずいじゃないですか。新しいものってなんか最初からうまいかどうかわかんないですよね。やばい、これもう結構いい感じかも。おお、ぴったりやんけ。すごい。ええやん。アシッドオンラインショップって初めての人向きのやつってありましたっけ？もうドリップバッグでしょ。そっかそっか。ドリップバッグは本当になんか緩いんでね、入れ方とかもお湯の回数間違えなきゃ大体美味しく入るし、全然味違うんで。で今ドリップバッグ注文結構入ってて、もうドリップバッグシフトが出ました。本当にやばいやばい、もう足りないっつってやばいんですよ。店舗でも売れるし。でもやっぱオンラインショップやってすごい種類あるじゃないですか。多分一般の方どれ買ったらいいのか本当に分かんない。そう思いますよ。初心者の方向けななんか動画あってもいいかもしれない。確かに。でも色から選ぶっていうのはいいと思います。なんか赤だったら赤い味がするし、黄色だったら黄色い味がするんで、あとは値段ですよね。値段で一番安いのから買えばいいと思いますよ。なんかソフィアとかなんか速攻売り切れちゃったやつあるんですけど、そういうのとかもそのソフィアの何がすごいのかが分かんなかったりとかだったら買わなくていいと思う。まずだからソフィアっつって食いつくようになったら買えばいいと思う。ウイスキーの買い方もそうだと思います。グレンキースって聞いてピンとこないんだったらグレンキース買う必要ない。分かんないんでどうせ。
まずは最初は本当なんか一番安いのを飲んでみて、なんかもうちょっと欲しいなと思ったら次に高いのを買ってみて、あ、全然違うじゃんってなったらいいんじゃないかね。そこから面白くなってきますそね。うそうそう。まあね。2回目。目覚めよスーパーフルーティー。ね、こっち系でしょ。一気に明るくなりましたね。ちょっと薄いかなって気がするけどね。ということはやっぱり3じゃなくて2とか1変えるのがいいのかな。29クリックぐらい。でもですよ、僕結構丁寧に入れてると思うんですよ今。すごい湯が細いし、自分でここは太くここは細くみたいなできてるから、このメッシュでこんだけ味が出るんですね。きっと注ぐのまだ慣れてない人って、僕みたいにちょっと細くここでめっちゃ細くコントロールみたいな、こういうのって多分できないと思うんですよ。だから基本的にジャバーっていくと思うんですね。だから抽出のお湯が早い、注ぐ方が早いんで、そうすると28ぐらいの細かさでもなんか逆にちょうど良かったりするのかも。V60 とか。そうだから新人とかってやっぱりめっちゃ太いんで、なんか逆に細かめに設定してあげるとちょうどよくなるんですよ。僕の粗さでやるとお湯が太すぎてなんか味スッカスカみたいななっちゃったりするんで、俺的にはこれ29とか30がいい気がするけど、どうかな。普通の人は一回28で試して、でそれでなんかすげえ濃く感じたら1個ずらしてみたいな、まあ2個ずらして調整したらいいと思います。でなんで今回ケニアをおすすめしたかっていうと、この間ラオスの時もう売り切れちゃうかもとかあったじゃないですか。通年で買えるやつを紹介しろと声がねよく上がってたんで、ケニアってまずその一番酸っぱいと思うんですよ。だから一番最初からもういきなりフルスイングなんで、とりあえずケニア買ってみっつって、でこれちょっと酸っぱすぎたらまた違うのを買ってみんなもいいかもしれないですね。そうということで、アシッドコーヒーオンラインショップで何買えばいいか迷ってる人はまずはドリップバッグもそうですけど、ケニアいいと思います。はい、ケニア買ってみて調整してみてください。めちゃくちゃジューシーなトマトの味がすると思います。これでお茶っぽい感じになったら、すげえなんか薄い葉っぱみたいな感じになっちゃったら粗すぎです。でチョコレート味が出てきたりツンとつんざきすぎる酸があったら細かすぎです。だいたいその辺で調整してみてください。で買うとここに一応ねレシピが載ってるんで、これ見ながらこうやって作ってもいいですし、はい、まあちょっととりあえずそんなに今回の動画のようにねあんまり気合を込めすぎずにやってみるのもいいのではないでしょうか。はい、これからの季節アイスも美味しいと思います。ぜひ皆様ケニアをご賞味ください。では今週もありがとうございました。目覚めやスーパーフルーティー。